私たちが今その発掘調査をしている浜中二遺跡っていう遺跡はですね、すごく厚い砂の砂丘の中に残されている遺跡なんです。で古いところは今だいたい4,000年前とか縄文時代の頃から人が生活を始めて、でずっとそれが連綿と続いて、で江戸時代にあたるような、200年300年ぐらい前の段階でもやっぱり人が暮らしてるんですね。で面白いなと今思ってるのは、これ別に私たち狙って発掘できませんのであくまでも結果なんですけど、一番地層の上の方の江戸時代にあたるアイヌの人たちの地層を掘ってますと、アワビとかそのアシカとかが儀式で儀礼で送られたお祭りの後のようなものが見つかるんです。でさらにそれをまたしばらく掘り下げていきますと、今度は1,000年ぐらい前のオホーツク文化の時にはクジラがですね、やはり儀式で送られている場所がちょうどその下から出てくる。でさらにまたずっと掘り下げていくと、今度は縄文時代の終わり頃にちょうど今テーブルの前にありますけど、トドとかアシカの頭が並べられていて、やっぱり儀式を行ってるんですね。で結果的にそれを分かっただけなんですが、どうも私たちが今調査している場所っていうのは何か繰り返しただ単に生活があったんではなくて、彼らの自然との関係性というか儀式を行うような特殊な場所だったっていうことが見えてきてるんですね。ところが一方で現地に立たれたお二人もお分かりになると思いますけど、特にあの場所はですね、すごく特徴的な岩とか山がある場所ではないですし、なぜその時間を超えてあの場所を人々が繰り返しそういう儀礼の場として使ってきたかっていうのは、実は私たちからは分からないんですね。結城さんはカムイの実を遺跡の場所でちょっと行われたりもしましたけど、例えば何かあそこの場所っていうものに引き寄せられるようなものって何か感じるものってありますか？ほとんどねすごくわからないんですけど、ただ僕レブンに行ったら、宿からよく海の方に出るんですけど、ちょうど遺跡の反対側の海って、開けてて、僕の勘ですからね、船あそこに引っ張っておいて、最初に行く場所があそこだからあそこに陸地を渡ってあそこに行ったって僕ら現代人は想像しちゃうかもしれないけど、意外と海を使ったり川を使ったりで移動したんではないか、レブンって狭い島でもあってもね、あそこにいるアザラシたちを見ると十分食べ物もあるし、恵みをくれるしっていうことで貝もあるしね、っていうことなんではないかなっていうふうに勝手に想像してましたけど、ただあそこの場でカムイの実をやらせてもらった時に、僕はどっちかというと海の方を選んだんですよね。向きとして、もちろんそこには発掘現場があるから送りっていうものがそこで送られたってことも想像しながら、で僕も加藤先生が言った通り、じゃあ恵みの山ってあんのかなとか、あんま感じなかったんですよ。そうですね。でどちらかというと恵みが来るのは海だし、でこっちの方に向いてカムイの実やったんではないかなっていう想像力だけでやったんですけど、いや実際のところ礼文島にいるとですね、面白いなと思うのは地名が面白いぐらいその古いアイヌ語の地名がそのまま今のその地域社会の中で残されてるんですね。でフェリーのターミナルのあるカフカというところから降りて海沿いの道を歩いてますと、バス停にですねフンベって書いたバス停があるんですよ。でフンベってアイヌ語でクジラじゃないですか。でどの程度地元の人たちがその意味を知りながらそのバス停を使ってるか分かりませんが、やっぱりちょっと面白いなと。その地名って場所に刷り込まれた歴史の記憶って言いますかね。でそれを人々がずっと伝えていると。でそこの伝えている人たちの中には当然アイヌの血を引いている人たちだけではなくて、新しい時代に青森とか秋田とかニシン漁の関係で渡ってきた人たちもいるんですけど、多分むしろそっちの方そういう人たちの方が多いはずなんですけど、でももともと島にあったそのアイヌの人たちが残してつけていた地名を大事に残していってる。なんかそれをあの島で見た時にすごく面白いなと思ったんです。
場所っていう、そういったその特殊な儀式とかいろんなものが見える珍しい遺跡に私たちが今当たってるっていうこともあるんですけど、その場って何か例えば澤さんが何か上演したりする時にもやはり場所って特性があるもんですかね。どこでやっても一緒ですか、それともある物語はやっぱりある特定の場所でやると話が動き出すというか、より大きく展開するとか、そういうことっていうのもあるんですか？ありますね。ヨーロッパはすごく一般的なんですが、サイトスペシフィックパフォーマンスっていうのがあって、ある特定の場所でしかできない芝居を作るっていう表現なんですね。だからその大学のアカデミーの学生たちと作ったのは、廃校になったその鉱山と鉄工所が、EU の博物地域として保管されてるんですけど、その廃校になって以来ずっとそこに住んでる妖怪たちっていうのがいっぱいいて、溶鉱炉にもいればその廃校にもいるし、昔炭鉱の人たちが体を洗ってて今は廃墟になってる巨大な風呂場にもいてっていうのを作るんですよ。で学生たちをグループに分けてそれぞれ妖怪に関わる短い物語を作らせて、客はグループごとにそこを回るっていう、これサイトスペシフィックパフォーマンスっていうんですよ。で流行ったんです。今も流行ってるんですけど、で場所っていうのに集うっていう行為がその芝にいるから芝居なんですけど、ある場所にいるっていう行為が人間に何か意味があるんじゃないかっていう研究をヨーロッパのその芸術アカデミーの演劇科の連中はずっとしてる。だから居方を研究してるっていうことですね。これちょっとずれるかもしれませんけど、例えばイギリスなんかとかヨーロッパなんかのローマでもイタリアでもそうだかもしれませんが、遺跡をね、劇場として使うっていうやり方もありますよね。で日本なんかでも本州だと例えば東大寺とか大きなお寺だったりすればその演劇をそこでやるってこともあるのかもしれませんが、例えば普通の多くの遺跡って自然の地形とか、礼文島の遺跡もそうですけど自然の景観の中に溶け込んでるんですね。でもやはりその何かそこに歴史性のあることが分かっている場所を舞台と見立ててやはり芝居をするっていうことに何か新しい面白さみたいなものって見出すことできるんでしょうか？どのぐらい昔の状態があるかっていう、その変にスピリチュアルな意味は別として、例えば礼文の不思議に折り重なった思想のところは非常に魅力的、であそこ初めて掘ってるんですよね、あんなに深く多分歴史上。そうですそうです。だから途中の人は気づいてないわけですよね。俺の下にもあるし、上にもいずれなるなんていうのを、なんか僕らを待ってたみたいな気はしますね。場所としてすごい魅力的な上演場所ですね。なんか先ほど申し上げたその縄文時代にトドとかアシカを儀式で送った人たちも、その1,000年ぐらい前にクジラを送ったオホーツク文化の人たちも、またその数百年前にアワビとかアシカを送ったあの人たちも、送りっていうものをもうちょっと空想をですね働かせていると、ある種の踊りというかフェスティバルというか、極論すれば芝居というか、そうですね、ある種儀式も演じている部分があったんではないかと。で参加する人もそれを儀式を司る人もなんか一体となる場がそこに日常性とは違うものが生まれてたんじゃないかと思うんですよね。でそれを例えば遺跡という場所が分かった後でもう一回そこで何かのパフォーマンスを我々がやってみるというのはちょっと面白いのかなと思ったりもしてます。続きをやってるっていう、そういうことですね。続きをやらせていただきますっていう感じですね。澤さんのオホーツクの終わりの楽園のシーンでは、姫長が生まれた赤子を連れて海の方に北の海の方に船に乗って去っていきますね。で最初そのオホーツク文化のイメージを持たれた時に、幻のとか謎の民族みたいなものがあってお話のストーリーの基盤ができたという話でしたが、一方で最近の研究では先ほどの熊送りだけではなくて集団としてのオホーツク民族オホーツク文化の人たちも
そのアイヌの人たちの中にこう系統というかつながりをやはり持っているっていうことが見えてきてるんですね。つまりオホーツク文化の人たちもアイヌ文化の成立にかなり関わっているということが分かってきています。で例えばオホーツク終わりの楽園の物語の続編っていうのは生まれる可能性ってあるんでしょうか。続編って考えてないんですけど、ただこの抱いて逃げた赤ん坊が海を見ている浜辺に立ってっていう絵は最後あるんですよ。でその場面は作らなかったですけどまたどっか行こうとしてる。だからで人たち面白いのは芝居上どうしても必要でちょっとしたいさかいというか内戦みたいな部分を作ったんですけど、あんまりいさかわない人たちで割と溶け込んじゃうんですよね。多分違うメソッドを持ってたどり着きながらもともとそこにあったやり方となんかうまく折り合いをつけたような形跡があって、この人たち戦争嫌いなんだなっていうのはすぐ分かったんですけど、だから後溶け込んでいってしまうんだと思うんです。ある地域に行ってでも別にそれでアイデンティティを失うとかいうことではなく生きていくっていうことなのかなと思うんですけどね。最近ちょっと面白い本を読みましてね、国家にならない社会、つまり国家を作らない社会っていうのがその歴史上どういう社会だったのかっていうことをいろんなアプローチをしている。その中に一つ面白い話があって、逆にその国家のない社会がなぜその国家を作らなかったんだろうとか国家を作れなかったんじゃないかという見方をするんではなくて、国家っていうのは果たして本当に我々がこう目指す社会の形なんだろうかみたいなことを書いてるんです。で具体的にいくつかのリストを挙げてるんですが、その一つがその国家はやっぱり人が集まるので、都市を作るので集中化しますよね。でそしてやっぱりこう国を運営していくために税金を集めたりしなくてはいけない。そうするとやっぱりこう強制的に働かされたり税金を取られたり、もしくは軍隊を作るっていうんで兵隊にされたり、そういったことに嫌だと思う人間が必ずいるだろうと。つまり国家から逃げる連中っていうのがいるっていうのが一つ。もう一つはその国家って人が集まるっていうと多分感染症とか病気に弱いだろうということなんです。そういうこの国家の持っているマイナスの点をずっと出してきますとね、国家を作らなかった社会っていうのは逆に見るとそれを全てわざと避けるためにあえて国家を作らなかった。サハリンとか北海道って例えば戦いが起きて文明の後退が起きる中国だとか大陸や日本国家の方で大和王朝がどんどん東北を攻めてくるわけですよ。澤さんのお話にも出てきたような都からの軍隊が入ってくる。そういうところからそういった圧政とか権力とか、病気かもしれないし、そういう人たちが逃げる先としてのその津軽海峡を越えた北海道とか、宮海峡を越えたサハリンとかっていうこういうエリアがまさに楽園があってもいいんじゃないかなと思ってたんですよね。僕はその国家を意識しないのは、例えば土地であったり川であったり、山であったりっていうものがカムイ、神である、所有物としてできないっていうこと、それと普通の狩りをしてでその自然に礼節を持ちながら生きて、常にそれを確認してたら、土地を集めて使う人間集めて、より多く俺に持ってこいっていう考え方までたどり着かないんじゃないかと僕は思うんですよね。その普段の生活の中に、そういう欲望を持つと思うんですよ。その欲望の塊が国家のような気がするんですよね。いやそうなんですよ。だからジェームス・スコットもその国家と非国家って対比すると、確かに国家にはデメリットとして病気とか税金とか徴兵制とか人が集まるってあるんだけど、でもそれってじゃあ国家を持たない社会にないのかっていうとそんなことはなくて、病気は当然病気で起きるし、権力を持つ人も出てくるし、そういうことって起きるんです。でもそれがむしろ作られなかったっていうところをもっとしっかり見ようと。多分これは意思がなければ多分できないんだろうと。だから国家ができなかったんじゃなくて国家を作らなかった。僕は釧路出身で、隣の厚岸で、釧路には吉良湖丹、で厚岸の方には床丹っていう、つまり村を捨てた村があるんです。
逃げる村。それは新しい人たちが入ってきて疫病が流行ったら村ごと捨てて山に行っちゃうのがアイヌなんですよ。だから土地をここのでも日本人たちはなんかそこはしないじゃないですか。土地を捨ててまでいかない。自分の田んぼだからね、ここ動けなくなっちゃったんですそうだからそういうこう大元の考え方、で病気もカムイだから、パコロカムイっていうカムイだから恐ろしいもの来たなと思ったらとっとと逃げるんですよね。そして自分たちを守るっていう考え方、つまりでもやっぱり所有しないんですよ。いやだから土地に縛られてしまうと移動ができなくなりますよね。こう動けること、移動できることのなんていうんですかね、その幸せさというかその自由さみたいなものっていうのは実はすごく欲しくて得たくて得られるものでもないし幸せですよね。チェコで娘が育つと分かるんですけど、いじめなんかがあんまなかったんですよ、ほとんど見ないんですけど、発生した場合とっとと転校しますね。市内の他の学校行くのと、日本の子供ってずっと同じ学校にいるじゃないですか、朝から晩まで。午前中小学校行って午後から芸術小学校行ってなんですよ。お金かからない税金の。で学童保育の学校行ってピアノやったりバレエやったり、コミュニティがいっぱいあって、あんまり集中していじめが起こるチャンスがないんですよね。でもずっと一緒にいるでしょ、あの人。でいじめが起こっても逃げないじゃないですか、頑張っちゃうじゃないですか。真面目だなと思う反面、なんだよ俺以外の全員が悪いんだよぐらいで出てってもいいのになと思いますね。だからレブンの中にもね、やっぱり僕はそれはあるような気がするんです。だから来て例えば僕らは全然天候のことも考えてないけど、ものすごい津波が起きたりとか、ものすごい台風が来たりとか、今温暖化って僕らは不安の材料になってるけど、昔だって気候が変わってないとは言えないので、そこで土地を所有するって感覚ない人にとっては移動すればいいだけなんで、そこで加藤先生も同じようなことを話してましたけど、やっぱり急にいなくなった500年っていうのは、そういう存在の仕方なのかなと。なんか人間実は僕たち2011年の時にクシコって湖があるじゃないですか。あれが冬に氷で結氷している時に別の大学の先生に頼んで湖の底の堆積物にボーリングコアっていって泥を抜くように仕込んでもらったんです。でそこに細かい花粉が入ってて、で当時の数千年間の礼文島の森の変化っていうのが分かったんですね。でそうするとやっぱり人間が暮らすってことは小さな島ですとね、かなりのインパクトっていうか与えるんです。で縄文時代に村が作られた時代っていうのは明らかに花粉の中でも森の木の花粉が減って草の草原の花粉が増えるんです。でもそういう時代がある程度続くとですね、遺跡でも空白期があるって言ったじゃないですか。しばらくするとやっぱり回復してるんです。多分そのバロメーターとしての自然の特に森の花粉の木の花粉の量を見ていくと、多分人間があまりにも増えすぎたりインパクト与えすぎると多分人はね離れてるんですよね、島をね。でも島って自然って強いから、また人間がしばらく人口がゼロではないと思うけど人口が小さくなるとちゃんとまた回復してくるんですよ。でまたただオホーツク文化の時にたくさん村ができる時代になるとやっぱり燃料だって使うので木を伐採しますから、またね森の木の量が減るんです。でまたそれが戻るっていうね、繰り返しなんですよね。それが分かるっていうのがまたすごい面白いですけどね今。ただ面白いのはそういった知りたいことが実は島にあるんですよ。いろいろ知れる場所がじゃあ湖にボーリング打ち込むと花粉からそういうのが分かるとか、砂浜の砂丘の遺跡の中には本来だったら溶けてなくなってしまう動物の骨が非常にきれいに残ってて、彼らが一体何を崇めてたのか、何を食べてたのかっていうことすら分かる、手に取るに分かる、いろんな条件が揃っているんですよね。